どうも、クピオです。今からなんですけど、ここ富山県のガレージから北海道に行き、長期極寒車中生活します。日本で一番寒いと言われている北海道道東陸別町あたりで車中泊します。アプリで陸別町の天気予報を見てるんですけど、もう最低気温がですね、マイナス22度、マイナス25度、最高気温でもマイナス3度とか、マイナス5度とか氷点下の世界です。わざわざマイナス20度で車中泊ってアホですよね。でもそこに行く理由があるんです。厳しい環境で車中生活に挑戦したいというロマンもあるんですが、そこで友達 YouTuber と集まる予定です。一歩間違えると命に関わりますので、入念に準備しました。インディ727極寒マイナス20度寒冷地仕様です。車内なんですけど、水凍結しますんでシンク使えません。こんな感じでシンクの上は自分で木の板作って物を置けるようにしました。でこの中開けると使えませんので、もう調味料とか入れています。シンクの下、この下に本来はタンクがあります。ここなんですけど、もうタンク取っています。でここにガスボンベを入れようと思います。フェリーがガスボンベ NG だったと思いますので、現地で購入します。このキャンピングカーのサブバッテリー、リチウムバッテリーは寒さに弱いのでガス中心でいきます。リチウムバッテリーは氷点下でエンジンをつけて走行充電するとバッテリー傷むので、走行充電器をカットするキルスイッチ作りました。今オフにしてます。でこうひねるとオンになって走行充電されます。ガスボンベ入れる予定の位置が清水タンクありました。でこちら側は汚水タンクあったんですけど、こっち側も取りました。で現在水のペットボトル大量に入れています。でどうしても何か排水使いたいときはこのペットボトルジョーグを使います。この空のペットボトルにはめ込むとこれが排水タンクになります。調理器具、フライパンやガスコンロで消火器などはすぐに使えるようにしています。その下に冷蔵庫15リッターです。新しく DIY したこの1枚板のテーブルです。ニス塗ったんでもうツルツルでなでなでしたくなります。やっぱり本物の木はいいですよね。北海道の広大な景色見ながら早くこのテーブルで熱々のコーヒー飲みたいです。でテーブルの下にこの引き出し作りました。これはもう Amazon で買った簡単な引き出しなんですけど、この化粧板みたいなのを前につけました。でいちいちロックいらないようにここにマグネットつけています。なんでこれで抵抗があるんで走行中は開かないと思います。でこちらも新しく DIY しました壁掛けの収納です。ラップとかよく使うものだけ入れています。でこの LED ランタンも今回端に設置しました。ここの端とそこの端で入り口のこの端ですね。やっぱり端が暗かったっていうのもあるんですけど、すごい広く感じるようになりました。寝るときはもうこれだけでも雰囲気いいですね。そして肝心の暖房はこの岩谷のマイダン、これはカセットガスボンベで使用できます。あとはキャンピングカーについていた FF ヒーターです。これかなりあったかいんですけど結構うるさいんで、温まってきたらマイダンに切り替える予定です。で暖房をつけたらかなり乾燥するんですけど、今回加湿器は持ってきてません。というのも加湿器で車内の湿度を上げると結露しやすくなります。自分乾燥しやすいんですけどハンドクリームなどで対応します。一番大事な寝袋です。ここにマイナス5度まで快適で寝れるダウンシュラフがあります。これとクッション兼用なんですけど、これがシュラフになります。これは5度ぐらいまで対応のそんなに強くないやつなんですけど、これを二重にして寝ます。そうするとマイナス13、4、5ぐらいまでいけるんじゃないかなと思います。これでもマイナス20度はきついと思いますんで、さらに湯たんぽとこれですね。で首からの冷気を防ぐネックウォーマー、こちらも併用してマイナス20度いけるか試してみます。できるだけ電気に頼らない暖の取り方をします。環境的には一番厳しいと思います。何日かライフラインが途切れても生きていけるように車内を準備しました。今回ポータブルバッテリーは持ってきてません。でソーラー充電も期待できませんので、キャンピングカーのサブバッテリー、リチウムバッテリー 200Ah という容量を走行充電しながらやりくりしていきます。もしトイレ使えないときはこちらに緊急用のトイレラップも置いてます。これラップ式の無水トイレです。使わないときはゴミ箱として使用します。で車のベース車も寒冷地仕様にしました。まずウォッシャー液はマイナス30度対応で、エンジンの冷却水クーラントはマイナス36度まで対応できます。助手席の足元に雪装備を置いています。チェーンや輪止めで、バッテリーが上がった時用のスターター、氷解スプレーにスコップ、スノーブラシで、助手席にこういったテーブル作りました。でここにいろんなもの置いています。小物とかですね、傘とか
一応クマスプレー何かあった時用に、意味ないかもしれないんですけど、クマス鈴も持っていきます。でこの隙間にシェード、リアのボックス内にレベラーと、あとはこれは外部電源のコード、そして空気入れに、これは非常灯ですね、光ります。でこの下に牽引ロープで、着替えはここに置いています。こっち側は結構開けてますんで、ゴミとか防臭袋に入れて溜まってきたらここに移動させます。スタッドレスタイヤも新品にしました。ブリヂストンの VL10A です。これで出発します。これですね。はい、北海道上陸します。雪で橋が凍結しています。さすが北海道ですね。もう綺麗な圧雪路です。これならもうずっと4駆入れっぱなしで大丈夫ですね。まずはガソリン満タンにします。はい、今から高速道路に乗って道東の方に向かうんですけど、今高速道路除雪で通行止めです。5時から通行できるようになるそうです。今回道東で一緒に合同車中泊する友達 YouTuber が近くのコンビニで待っています。道東に行くまでがかなり厳しい道のりになりますんで、一緒に助け合いながら行きたいと思います。はい、今回道東で一緒に車中泊する方が旅する家の物語さんです。よろしくお願いします。で、デンターさんです。毎年年に1回ぐらい冬の車中泊ご一緒してるんですけど、今回は北海道で車中泊することになりました。で、初日だけ一緒に泊まります。その後は別々に行動します。で、なんと最悪の展開になってしまいました。高速道路ですね。5時から再開する予定だったんですけど、なんと吹雪のため夕方になりました。なので下道で向かうことになりました。最悪です。今回の旅は行きのフェリーもすごい大荒れで船酔いするし、高速道路通行止めになるし、なんかもう波乱の予感しかしません。はい、今ルートの確認皆さんと打ち合わせ終わって、この小樽から札幌南まで下道で行って、その後は高速動いているようなんで高速で行きます。まずは1時間半か2時間ぐらいの下道ルートになります。
はい、高速道路入ってすぐのパーキングエリアに入りました。ここからはもう道東までずっと高速道路です。このタイヤの後ろらへんが凍って氷みたいに車体にこびりついてます。こんなこともあろうかとハンマー持ってきました。今回助手席の下にこのハンマーや氷解スプレーで牽引ロープ、バッテリースターターも入れてます。あとは輪止めにスタック、脱出用具、チェーンです。でスノーブラシにスコップ、全部助手席の足元に置いています。ちょっとパーキングエリアで休憩してから再出発します。はい、今休憩終わってから高速道路の状況を調べたらまた通行止めになってます。現在この小樽から札幌南まで通行止めでした。ここ下道行きました。で高速道路乗って次なんですけど、この道東に向かうところ、ここが事故車で通行止めになってます。夕張のところですね。事故車なんでまっすぐ通行止め解除になるかもしれません。とりあえず行ってみます。今路面には雪ないんですけど、現在氷点下入ってますんでブラックアイスバーンの可能性あります。なのでもう4駆で走行しています。できるだけ周りの車に合わせながら慎重に走行していきます。はい、ここからですね、片側1車線対面通行になりました。でしかも路面凍結しています。もう最悪の状態ですね。これもしくるっと1回転すると対向車にぶつかります。これはもう 0.1 秒あたりでも気が抜けません。はい、足寄町に着きました。もうちょっと先に進んだら陸別町があります。やっぱり寒いですね。なんかちょっと風吹いてるんですけど、もう冷凍庫の中にいるような感じです。もうインディ727は道路に巻かれてたエンカルで真っ白になっています。これリアの窓なんですけど、エンカルと泥でもう見えなくなっちゃいました。なんかすごい途中で天候変わりました。今北海道の道東この辺なんですけど、ここ小樽でこう来たんですけど、この途中ですね、途中から完全に天候が変わってもう雪が全く降らなくなりました。それまでは路面がもう雪まみれでした。なんかもうほんと本州と一緒ですね。日本海側は雪がたくさん降るけど太平洋側は全く降らない、そんな感じの気候の変動が同じ県内であります。同じ県内というか北海道なんで北海道内であります。ガソリンが2メモリです。これ小樽で満タンしたんですけどね、どんだけ広いか分かります。いや、ここが足寄町か。すごいところに来ましたね。道の駅に農産物直売所ありますんで、地元の食材買っておきます。地面がね、ところどころ凍っててツルツルです。雪はそんなに降らない地域なんですけど、もう寒いんで全く溶けないんでずっと残っていってる感じです。地元の牛さんで作ったチーズありましたんで買いました。道の駅のすぐ裏がスーパーだったんで、ここでも食材買っておきます。これスーパーの駐車場なんですけど、ツルツルです。危ないですね。福原というスーパーです。ローカルスーパーですね。何があるのか楽しみです。それでは冷蔵庫の電源つけておきます。今日はマイナス2桁なんで、冷やすというよりか凍らさないために冷蔵庫入れますね。サブバッテリーは現在 200A 100% 満タンです。インディ727は 400W のソーラーパネル自分で DIY でつけました。でこれがコントローラーチャージャーなんですけど、道東の方は意外と雪降らないみたいなんで、このソーラーパネルの充電結構使えそうです。なので思ってたより電気には苦労しないかもしれません。ただ今回寒くなってサブバッテリーが氷点下の温度になってしまうと勝手に充電されます。それは切っとかないとサブバッテリー傷めちゃうので、ここにオフスイッチですね、これありますんで、夜寝るときにオフにしておかないと明日の朝起きて日が昇ったら勝手に充電されちゃうんで、これは気をつけておかないといけません。それではガソリン満タンにして次のスポットに向かいます。次はキャンプ場に行きます。今回この足寄町でキャンプ場ありましたんで、そちらで3人バラバラに車中泊します。かなり寒くなりますんで、何かあった時に助けられるようにしておきます。道の駅からもう10分圏内のキャンプ場です。少し山の中入ります。
到着しました。この辺は雪が溶けてないですね。標高は281メーター。まあまあ高いですね。いや、いいとこですね。なんか最果て感があります。で、向こうなんですけど、この林を抜けた向こうですね、丘なってますんで、足寄の街並みが見えます。今回は他にお客さんいないんで、もう自分たち3人だけで車中泊できます。で、場所もどこでもいいってことなんで、好きなとこ止めさせてもらいました。で、トイレやシャワー、電源とかもあります。ちょっと歩くんですけど、向こうの方行ったら小屋があって、そこにシャワールームがあるようです。で、旅江さんがあそこと、で、デンタさんは向こうですね。なので、もし何かあった時は助け合いたいと思います。もうちょっと野営っぽいところ、そこで車中泊したい願望はあったんですけど、北海道は初日ということで、今日はこの安全なところで車中泊します。で、この辺すごい足跡が多いんですよね。野生動物がたくさん来るようです。これは結構ちっちゃいんで、鹿のようです。あとはウサギも来るようです。で、先旅江さんがカニ兄さんと話していて、クマは来ますかと旅江さん聞いたところ、クマはもうやっぱ冬眠して来ないようです。で、山の中なんで、クマは普通にいるということです。やっぱり寒いですね。もう一枚ダウンジャケット着込みました。で、前が下がってますんで、今回レベラーで水平にします。はい、じゃああと輪止めしておきます。で、サイドブレーキ凍りますんで、下ろしといて、で、一足入れていきます。じゃあもうシェードして車中泊セッティングしていきますね。その前に今回新兵器で、この温度計なんですけど、こうやってマグネット先っぽつけて上につけてました。で、これを車体下、この辺につけておきます。なんか地面の方がやっぱ温度が低くなるようなんで、この辺の一番寒い最低気温がわかると思います。で、シェードは今回この助手席のテーブル下詰め込んでます。で、窓は今回1センチぐらい運転席の方をずっと開けておきます。これで二酸化炭素濃度が上がるのと、あとは結露ですね。こちらの対策になります。はい、シェードのセッティング完了しました。で、今回ですね、この凍結する恐れがたくさんあります。このフロントウィンドウもね、凍ると思います。ワイパーがくっつくと思いますんで、開けておきます。あと、エアヒーターなど暖房をつけると、このボディがあったかくなって、で、もし雪とか降ったらですね、それが溶けて、で、夜中冷えて、もうドアが開かなくなります。で、それを防ぐために、このシリコン布、塗っておきます。これは床の滑り剤なんですけど、シリコン系の潤滑剤になります。この中側のゴムも塗っておきます。これでドアが開かないことはないと思います。この運転席、助手席のゴムも塗っておきます。はい、運転席側も塗布しました。さあ、それでは楽しみにしていたこの北海道の広大な景色、街並みを見ながら新しく作った一枚板のテーブルでコーヒーいただきます。
いただきます。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。さっき道の駅で買ったこのアシロチーズもいただきました。すごい濃厚で美味しかったです。じゃあ一旦 FF ヒーター切って、外も冷えてきたんで閉めて前段に切り替えます。あ、少し雪降ってきてますね。今現在外気温はマイナス 4.4 度とそんなに下がってません。で、アプリの予報なんですけど、明日の朝ですね、マイナス17度と出ています。今がマイナス4度なんですけど、こんなにも下がるんですね、朝方は。晴れの日は温度が下がるようです。で、今日は結構ガス使えますんで、一酸化炭素警報器つけておきます。で、こっち側は二酸化炭素の濃度がわかります。今ずっと扉開けていたんで、二酸化炭素濃度は低めです。896ppm ですね。自然界が 400ppm ぐらいです。この軽キャブコンは気密性が高いので、すぐに危険な 5000ppm まで上がっちゃいます。あとはこのガスヒーターですね。毎段こちらつけると二酸化炭素かなり排出します。なので毎段つけたらですね、二酸化炭素濃度一気にガッと上がりますんで、換気扇つけて空気を取り込みます。で、このファンは空気を排出にします。今運転席1センチ上げてますんで、ここから空気が入ってここから出ますんで、車全体の空気が少しずつ入れ替わってくれると思います。さあ、そして新しく DIY したこの壁の収納なんですけど、落ちないですね。良かったです。結構雪道でガタガタした道路も走ったんですけど、ずれてなかったです。この辺とかもね、新しく実は変えました。前はこう両方引っ張って縛るタイプだったんですけど、今回マジックテープにしましたんで、こう片手でこんな感じでも締めることができます。で、ここのコップも前は輪ゴムとかでこうやって縛ってたんですけど、もう落ちないようにこんな感じで自分で木でボンドくっつけて、この3点で支えるようにしています。ここのキャンプ場は街が比較的近いんですよね。で、電波がしっかりあります。なので YouTube なども見れます。このモニターで癒しの映像流しておきます。ではこの一番後ろに引っ掛けます。ここにフックを設置しています。じゃあインバーターの電源つけて、これで AC コンセントが使えるようになります。このリモコンは Amazon で売っていたこの両面テープで貼り付けて、マグネットですね、こちらついています。これで設置しています。こっちの壁側にもこのマグネットを貼り付けています。結構強力なんで今回の旅でも落ちませんでした。それでは夕ご飯にします。
今日はせいろを車内でやろうと思います。やっぱり寒いんであったかいもんが食べたくなります。このソファー下収納にせいろ持ってきました。車内で初めてせいろするんでうまくいくかわかんないんですけど、意外とですね車中飯に合ってるんじゃないかなと思います。1段目にクッキングシートを敷いて野菜とかを置いて、で2段目にお肉やお魚とかを置いて寄せ鍋のような寄せせいろにしたいと思います。お野菜やお肉は北海道産の食材を買ってきました。小樽産のマダラ、この豚肉も北海道産です。でこちらの鶏肉も北海道伊達産と書いてます。この椎茸も北海道産です。では食べやすいようにカットして蒸していきます。作ってる間すごい湯気が立ち込んで車内があったかくなりました。この辺の家具とか湿ってました。今はもうなくなりました。それではいただきます。まずは白菜から食べてみます。めちゃくちゃ甘いです。そして歯ごたえもあって鍋よりこっちの方が旨味たっぷりで美味しいですね。タラはどうでしょうか。今までのタラは何やったんやろってぐらいプリプリして美味しいです。鶏肉も豚肉もすごい歯ごたえもあってね、もちもちしててなんか新鮮なお肉を食べてる、そんな感じがします。油もある程度落ちてますんでヘルシーで美味しいです。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。ちょっと食材残ったんでこれはラップしてまた明日の車中飯で使用します。で今回水回り車内ないんで洗い物ないようにやっていたんですけど結構失敗しちゃいました。やっぱり食材選ばないといけないですね。お肉系がたくさん汁出ちゃいました。なのでここですね、フライパンのところが汚れちゃってます。であとお水がですね意外と減らなくてフライパン結構いっぱいまで入れて半分ぐらい残っています。でこちらも排水できませんのでもうキャンプ場で処理します。このせいろも本来は水で洗い流すんですがあまり汚れてなかったらウエットティッシュでパッと拭くだけでも大丈夫ということでした。野菜の方はね綺麗だったんですけどやっぱりお肉の方が肉汁出ちゃったんでこれは水で洗わないとダメですね。食材を選べばいけそうですね。なんかパンとかもできるそうです。明日の朝パンやってみます。じゃあフライパンなど洗うついでに外の様子見てきます。現在外気温がマイナス 7.2 度、結構下がってきましたね。なんかねすごい小粒っていうんですかね、本当にちっちゃい雪が降っています。乾燥してるからですかね。でフロントウィンドウはこの細かい雪で覆いかぶさってます。いやそれにしても本当真っ暗ですね。これ一人だったらかなり怖いと思いますがやっぱり友達おったら全然怖くないですね。この足跡結構大きいですよね。
これ鹿ですかね。ずーっとすごいなんか模様みたいにあります。これはでも熊ではないですよね。鹿っぽい感じですね。これもし視聴者の方で有識者の方いらっしゃったら何の動物か教えてください。ちょっと気になります。うわ、で向こう夜景がめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと行ってみます。カメラではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、すごいダイヤモンドのようにアショリの街が光っています。めっちゃ綺麗です。旅江さん今日は外でタープ張ってキャンプしていたようです。ちょっと中入ってみます。これゲームやってたんですか？そうです。スイッチ2。はい。スイッチ2持ってますか？いや、キャンピングカーとかガジェットの話したら時間が解けていきました。もう遅くなってきましたんで寝る準備していきます。結構車内冷え切ってますんで一旦エアフィーヒーターで暖を取ります。はい、湯たんぽできました。かなり暑いんで20にしときます。はい、気温がさらに下がってきましたね。もうマイナス2桁。現在マイナス 10.3 度になっています。どんどん下がってきました。やっぱりマイナス2桁は全然ちゃいますね。一瞬で寒くなります。でも空気が澄んでいてすごい神秘的な世界です。せっかくなんでなんか凍らしたいなと思って100均でこのドーナツの形のやつと星の形のこのカップ買いました。この中に水入れて凍らしてみます。ちょっと水触れたんですけどもうすぐに冷たくなってます。これはもう絶対朝凍ってますね。よく考えたらこの車内も水凍っちゃう可能性ありますんで明日使えなくなります。もうあらかじめこのやかん中入れときます。これなら凍ってもすぐにお水ができます。湯たんぽあったかいです。これちっちゃいんですけど何時間持ってくれるんでしょうか。8時間持ってくれたらいいんですけどね。はい、じゃあベッド展開しておきます。まずは上半身こちらを拡張します。では二重シュラフなんですけど、まず外側こちらのクッションを展開するとシュラフになります。封筒型の大きめのシュラフです。でこの中にダウンシュラフ入れます。でこのシュラフとシュラフの間に湯たんぽ入れておきます。これで低温やけども防げます。でさらにネックウォーマーを巻いて首からの冷気を遮断します。でこれでそんなに性能が良くないシュラフでも二重にすればマイナス17度20度とかいけるかなと思います。寝る時の格好なんですけど、今まではフリースとかダウンパンツとか履いて寝てたんですけど、なんか一番いいのはもう本当に裸で寝るくらいが一番いいらしいです。なので今回は肌着だけで寝ます。で肌着に選んだのが今回はこのモンベルのメリノウールというすごいあったかい肌着ですね。こちら上下で寝ます。そしてソーラー充電器切っときます。で、今、走行充電器も切っています。で、明日のサブバッテリーの温度が何度か調べてから充電します。あともう一個やっときたいのが、スマホとガスボンベですね。こちら、スマホが朝使えなくなったりします。で、ガスボンベも使えなくなったりしますんで、このカバンの中に入れて、シュラフの中に入れておきます。
で、この中にモバイルバッテリー入れて充電して、明日の朝また使えるようにしておきます。もう足元の方、一番奥やっておきます。で、換気なんですけど、もう換気扇は今切ってます。ただ、窓は少し開けてる状態にしています。これプラス、運転席の窓ですね。1センチ開けてますんで、ある程度空気は流れるかなと思います。結露防止と二酸化炭素濃度を下げます。現在 4000ppm ですね。かなり上がっています。それでは照明消して、LED ランタンだけにします。あ、いいですね。すごい優しい光なんで、ぐっすり眠れそうです。このシュラフ、両方封筒型なんで、窮屈ではありません。マミー型の方があったかいとは思うんですが、窮屈なので、今、封筒型使ってます。今日これでダメだったら、マミー型検討しなきゃいけませんね。外気温の最低予想がマイナス17度なんで、車内何度まで下がるんでしょうか。もう寒くて眠れなかったら FF ヒーターつけたいと思います。怖さもあるんですが、こういった限界に挑戦するのもすごい楽しいです。今回道東巡ってますんで、明日は陸別町で車中泊してみたいですね。どんな知らない場所、どんな過酷な環境でも、このちっちゃい軽キャンピングカーがあれば生活できるの面白いですよね。なんか自分が強くなったような、そんな気がします。まさに男のロマンですね。それではおやすみなさい。おはようございます。窓に氷の結晶ができています。現在車内の温度がマイナス 9.4 度です。空寒いわけですね。シュラフから出るのがすごい辛いです。車内が冷凍庫のようです。一旦 FF ヒーターつけて車内温めます。外気温がマイナス17度ぐらいまで下がって、窓を少し開けていても車内はマイナス10度ぐらいで済むってことですね。やっぱり軽キャブコンの断熱性ってすごいですね。普通のノーマルの軽バンだったらマイナス17度まで下がると、多分そのぐらいの温度まで下がってるはずです。もしくはそれより下がってると思います。で、二酸化炭素濃度は 3790ppm と結構高いですね。窓一切開けないと 5000ppm まですぐ上がっちゃうんで、まだ多少マシだったんかなと思います。で、さらに換気扇回せば下がると思うんですけど、ちょっと温度がね、もっと下がっちゃうんで、このぐらいが代表点になるのかなと思います。湯たんぽはね、まだあったかいですよ。朝まで持ちました。これのおかげでだいぶあったかかったです。顔はね、結構寒くて何回か起きたんですけど、もうこの中はあったかいんで、すぐ潜ればまた熟睡できました。湯たんぽなかったら結構寒かったかもしれません。はい、じゃあシュラフ畳んでいきます。で、こっちが中の方はダウンなんでかなりちっちゃくなります。で、このソファーマットの下に入れておきます。で、外側のシュラフなんですけど、これは簡単にちっちゃくなります。もうここにカバーがついてるタイプになります。まずは半分に折りたたみます。で、くるくる巻いていきます。で、最後にこのついてるカバーでかぶせたら完了です。車内の水は凍ってないですね。夜間の方も大丈夫です。ではシュラフの中で温めていったこのカセットガスでお湯沸かしてあったかいコーヒーいただきます。さあ、外の氷どうでしょうか。あれ、1個なくなってる。ドーナツがなくなってますね。この星の氷はありました。あ、待って、あそこにある。ということは結構足跡がねあるんで、これ何か動物が持って行ってますね。
氷を食べ物と勘違いしたようです。でも途中で違うと分かって置いていってます。寒い。ちょっと一旦あったかいコーヒー飲んでから氷見に行きます。いただきます。この朝のコーヒーを北海道で飲みたかったんですよね。もう夢が叶って最高です。でリチウムバッテリー、これ Bluetooth つながっていてスマホでデータ見れるんですけど、なんと今のバッテリーの温度が2度です。かなり温度が下がっています。これは充電は控えた方がいいですね。ちなみに電気を使う方は氷点下入っても大丈夫です。では走行充電器オフ、ソーラー充電器もオフのままでしばらく様子見ます。で日中温度上がってきたらまた充電します。これ日中も温度回復しないともうずっと充電できません。やっぱり電気に頼らずにガス中心にしてよかったです。換気扇回していると二酸化炭素濃度が 1200ppm まで下がってきました。さあ外の様子ちょっと見ていきます。うわ寒。すごい朝日にこの凍った雪が照らされてピカピカ光ってます。めっちゃ綺麗です。雪はそんなに積もってないんですけど、やっぱり氷みたいな感じで車全体に氷の結晶のようなものがついています。いやこれ最高の景色ですね。なんか寒いんですけど空気が美味しいっていうんでしょうか、なんか生きてるって感じがします。向こう景色いいんでちょっと見に行ってきます。なんかね足跡が3種類ぐらいあります。これはなんかウサギっぽいですよね。ちっちゃい足跡で肉球があります。でもう一個がなんか長細いなんかひずめのようなもので歩いたんですかね。この足跡があります。でこのひずめのようなものがなんか大きさが大小結構あります。氷持っていった犯人もこのひずめのような跡ですね。これ鹿ですかね。うわこの朝の景色もまた最高ですね。この雪山の景色とこの集落の景色、なんか映画の世界に飛び込んだそんな感じがします。さあ少し散歩してお腹も空いたんで朝ごはんいただきます。これ回収しておきます。あ、なんか割れてる。これシリコンみたいなやつなんですけど割れてますね。多分加えて引きちぎられた感じですかね。綺麗な天然の氷のドーナツができました。これは鹿さんが加えた可能性ありますんでちょっとこっちに置いときます。あ、というかここ北海道なんでよく考えたらキツネの可能性もありますね。見てみたかったです。じゃあこっち側は野生動物触ってないようなんで車内で出してみます。カチンコチンに凍ってます。もうほんと天然の冷凍庫ですね。この冷蔵庫は凍らさないために必要になってきますね。はい、じゃあパンありますんでせいろでパン作ってみます。で昨日道の駅で買ったアショロチーズ、こちらも食べます。あとなんかちょっと気になるこの紅生姜ソーセージっていうのがありました。なんかタコさんウインナーみたいですよね。こちらも一緒に温めてみます。ちょっとアルコールスプレーありますんで手消毒しときます。なんかエキノコックスでしたっけ、キツネってありますよね。あ、デンタンさんがなんとアイスを作ったようで持ってきてくれました。これ食べていいですか。天然のアイスいただきます。あ、牛乳入ってます。美味しいです。何入れましたか。卵と牛乳。あ、喋ったかなが生クリーム、牛乳、バニラエッセンス、卵、砂糖、こんな美味しくなるんですね。ありがとうございます一番寒いところでちゃんとした検証されてますね。なんかねパンがふわふわなってます。これちょっと新感覚ですね。どんな味なんでしょうか。それではいただきます。
パンふわふわです。もっちもちして美味しいです。この紅生姜ウインナーですね。タコさんウインナーに生姜入っていて、ピリッとスパイスが効いていて、大人のウインナーという感じで美味しいです。なんかチーズが重たくてパンが3倍の重さになっています。噛んだ瞬間にチーズの香り、そしてジュワッとジューシーな油のようなチーズが口いっぱいに広がってめちゃくちゃ美味しいですね。ごちそうさまでした。今回は食材をパンの上に置いてたんで、接地面積はパンだけだったんで全然汚れてません。もうアルコールウェットティッシュで拭くだけで大丈夫ですね。フライパンのお水も汚れてないですね。これ車中泊で使用するときはどのぐらいお水張ったら何分蒸せるかをちょっと計算しといたらロスがなくいけそうです。ただ体的には要注意ですね。このままおかず温めてご飯も温めたらもちもちで美味しくなるみたいなんで、またこの旅中に使ってみたいと思います。今回キャンプ場ということでゴミは捨てられます。この軽キャンピングカーはリアボックスありますんで比較的ゴミは貯められるんですけど、やっぱり今日みたいな感じで野生動物来るんであんまり外には置きたくないんですよね。なのでその都度捨てられる場所、キャンプ場や RV パークもたまに挟んでいきます。今回北海道でこの新たに DIY した壁掛け収納やテーブルですね、使ってみて感想なんですけど、やっぱやってよかったですね。旅がより一層楽しくなります。でここの収納も今回水使わないんでかなり大容量の収納ができました。調味料入れとして重宝しました。でこれ蓋しちゃうと台になりますんで、料理中はすごいこれも重宝しました。でラップ類なんですけど、自分はあんまりお皿汚さないためにこういったラップとかアルミホイルですね使ってるんですけど、この3つよく使います。なのでこの位置はもう本当に使いやすかったです。これは今回一番やってよかった DIY かもしれません。あとはこの旅中で落ちないかですね、それだけ心配です。あとこのインディ727の ECU をチューニングしてもらいました。でその効果なんですけど、すごい微妙ではあるんですけど、やっぱり効果を体感することができました。ECU はエンジンなどを制御しているコンピューターなんですけど、メーカー純正では壊れないようにかなり低く設定されています。でチューニングショップさんに送って少しだけ馬力をアップしてもらいました。最大出力が5馬力アップです。もともと45とか50ぐらいしか馬力ないんで、10% アップって感じですね。これはもうずっと乗ってないと分かんないぐらいの誤差になります。ただですね、高速道路80キロで走行してるときに、前は例えば4500回転ぐらいだったら、それが4200とかちょっと押してるんですよね。でそれはやっぱり乗ってる時にエンジンの静粛性っていうんですかね、車内が静かになります。でこう上り坂の時ですね、結構失速してくるんですけど、その失速具合がちょっと粘ってくれたかなという感じでマシになりました。もともとがめちゃくちゃ遅いんで少し助かりました。なんていうんですかね、走りのストレスが少しだけ軽減された、そんな感じのイメージです。もうノーマルには戻れません。本当はもっとパワーが欲しいんですけどね。さあ今日は開くでしょうか。もう何の問題なく開きました。やっぱシリコンスプレーやってよかったです。こっち側も大丈夫ですね。でもドアの内張りとかはここ凍っちゃってますね。さあ問題の結論はどうでしょうか。少しこの窓開けてた方のドアです。お、全然ない、大成功です。さあ反対側開けてなかった方はどうでしょうか。あ、こっち側はちょっというか結構結露ありますね。こっち側も開けた方がいいんですかね。そうなってくると空気の流れが起きて車内はかなり温度下がると思います。ちょっと悩ましいですね。でもこのぐらいならさっと置けばすぐ出れますんで問題ないかなと思います。この結露が落ちたところですね、この辺はもうガチガチに凍っちゃってます。なのでこれ窓開けるときは注意した方がいいですね。あ、ここも結露が垂れてきてバーって凍ってますね。さあフロントウィンドウはどうでしょうか。フロントウィンドウは全然ないです。初日は結露対策成功と言っても問題ないと思います。あとは輪止めとレベラーですね。一旦エンジンつけます。
かなり汚れたんでどっかで洗車したいですね。でもまた高速乗ったら塩カルまみれになるし迷います。いいとこあればちょっと途中で洗車してみます。向こうの方にレンダーさんいてるんですけど、なんかさっき話して確認したら温度計は最低気温がマイナス 17.5 度まで下がっていたそうです。やっぱり天気予報通り朝方晴れると放射冷却でかなり温度下がりますね。で初日だけ同じキャンプ場でお二人車中泊したんですけど、もう2日目から別々分かれますんで最後挨拶して出発します。ありがとうございました。ありがとうございました。これ何ですか？タオルです。タオルですか？なんか足踏み用にマットに使おうと思ってたんですけど、もうこんなになっちゃいまし木のオブジェかと思ったらタオルやったんですね。旅江さんの加藤モーター DD 前ね貸してもらったんですけど、そこからまた DIY されてかなり変わってます。やっぱこの木のぬくもりいいですね。こっち側はデンタさんのアトリエです。すごいシンプルなね車着仕様なんですけど、なんかこれなんかテレビ台を持ち込みしてこのテーブルにしてるそうです。収納兼用ですね。なんかちょうどいいですね。DIY のプロ旅江さんに入ってもらいました。どうですか？た。まあまあですね。もうですか？そのラップのとこ見てください。あれ、壁に貼り付けたんであ、なるほどなるほど。もうすぐ動かなくて、はいはいはいすぐ使えるでしょ。いや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 、まあまあですね。お前あれ褒めてくれへん全然最。高にいいです。この下のテーブル見てください。引き出してください。うわ、すごい引き出しがついてる。すごい。それ旅江さんがなんかその表だけ化粧板してやってたでしょ。だかはい。らそれいいなと思ってこれそれをちょっとアイデアを拝借しました。あ、じゃあ普通のこれはあれですね、プラスチックケースなんですよね。そうですね。アマゾンで売ったやつですね。かわいい。まあまあですね。なんかすごいインディいいですね。なんか落ち着くでしょ。このこじんまり感がうん最高に。この辺りもなんかすごいいいですから、いい感じですね。もう必要なもんだけもうすぐ取れるようにっていう感じですね。ね。もう自分専用の白って感じですね。本当に、はいはい。ベアボーンズのランタンもつけて針金で動かないようにしました。3点止めにして。このちゃんと固定もされて。さあそれでは再出発します。次は日本一寒い町陸別に行きます。